ねえマリサ、最近なんだか人々の対立が深まっている気がするわ。そうだな、世界中で色々な人たちが宗教やイデオロギーぶつけ合っているからな。聞いてると、なんだか気がめいっちゃうわね。そういう対立って、昔からずっと続いてるのかしら？まあな、イデオロギーや宗教っていうのは、人々の生き方そのものに関わるから、そう簡単には譲れないんだろう。だからこそ、歴史上でも大きな衝突の原因になってきたわけだ。でも、そんな中でも、たくさんの違う考えの人たちが一緒に暮らしてた場所もあったんじゃない？ああ、もちろんあったぜ。特に広大な領土を支配した帝国なんかは、多様な民族や宗教を抱え込むことになる。そういう場合、力で押さえつけるか、ある程度は共存を認めるか、色々工夫が必要だったろうな。広大な領土、モンゴル帝国なんて、まさにそんな感じだったんじゃない？ものすごく広い範囲を支配していたわけだし、色々な民族や宗教が混ざり合っていそうよね。その通りだ。モンゴル帝国は、まさに文化と宗教の交差点だった。東洋と西洋が出会う場所で、驚くほどコスモポリタンな雰囲気すらあったんだ。そして、そんなモンゴル帝国だからこそ実現できた、歴史的にも非常に興味深い出来事がある。ということで今回は、モンゴル帝国で行われた、仏教、キリスト教、イスラム教の代表者たちによる世界宗教弁論大会、まさに世紀の大論争について解説していくぜ。さて、この前代未聞の宗教弁論大会が、なぜモンゴル帝国で開催されることになったのか、その背景を深く掘り下げていく。当時のモンゴル帝国は、第4代皇帝モンケハーンの時代だった。彼はチンギス・ハーンの孫で、非常に聡明で、帝国を安定させるために様々な政策を実行したんだ。モンケハーンね、どんな人だったの？武勇に優れていたのはもちろんだが、それ以上に統治者としてのバランス感覚に長けていたと言われている。モンゴル帝国は、知っての通り、ユーラシア大陸の広大な範囲を支配していた。そこには、当然ながら多種多様な民族が暮らし、それぞれが異なる宗教や信仰を持っていたんだ。それだけ広いと、宗教だけでも何種類もあったでしょうね。まさにその通りだ。ネストリウス派キリスト教は中央アジアから東に広まっていたし、イスラム教は西アジアや中央アジアで大きな力を持っていた。そして、チベット仏教をはじめとする仏教も、モンゴル高原や中国北部で影響力を増していたんだ。モンゴル人自身は、伝統的な天狗信仰、いわゆるシャーマニズムを基盤としていたが、他の宗教に対しても非常に寛容な姿勢をとっていた。モンケハーンもその伝統を受け継ぎ、特定の宗教を優遇したり、弾圧したりすることはなかったぜ。むしろ、それぞれの宗教の持つ知識や文化を尊重し、帝国の統治に役立てようと考えていた節もある。彼の宮廷には、様々な宗教の指導者や学者が招かれていて、彼らは自由に布教活動を行うことも許されていたんだぜ。じゃあ、弁論大会を開いたのは、どの宗教が一番優れているかを知りたかったから、というよりは？もちろん、モンケハーン自身が各宗教の教義に深い知的好奇心を持っていたことは間違いないだろう。しかし、それだけではない。これだけ多様な宗教が一つの帝国内に存在するとなると、時には宗教間の摩擦や対立が起こる可能性もある。だから、公の場で各宗教の代表者に議論させることで、相互理解を深めさせ、帝国全体の融和を図ろうとしたんじゃないか、とも考えられている。確かに、お互いのことを知らずにいがみ合うより、ちゃんと話し合った方がいいものね。1254年、モンケハーンはついに勅令を出し、カラコルムで公式な宗教討論会を開催することを決定した。開催地は、モンゴル帝国の首都カラコルム。当時のカラコルムは、ただの遊牧民の拠点ではなく、シルクロードの要衝として栄え、世界中から商人や施設、職人たちが集まる国際的な大都市だった。立派な建物とかもあったのかしら？もちろん、宮殿や仏教寺院、イスラム教のモスク、キリスト教の教会などが軒を連ねていたと言われている。まさに、多様な文化が共存する都市だったんだ。そんなカラコルムに、各宗教の代表者たちが集結した。正確な全員のリストは残っていないが、主な参加者はネストリウス派のキリスト教徒、イスラム教徒、そして仏教徒だった。特に注目すべきは、キリスト教側の代表の一人として参加した、フランス国王ルイ9世の命を受けてやってきたフランシスコ回修道士、ウィリアム・ルブルックだ。彼の残した東方諸国旅行記が、この弁論大会の様子を伝える非常に貴重な資料となっている。そのルブルックの記録がなかったら、この大会のこともよくわからなかったかもしれないのね。彼って、どんな人だったの？彼は非常に学識豊かで、観察眼も鋭かったようだ。モンゴル帝国の風習や宮廷の様子、そしてもちろんこの宗教討論会の内容を、自身の視点からではあるが、詳細に書き残している。ただ、彼自身も敬虔なキリスト教徒だったから、他の宗教に対しては批判的な記述も見られる点には注意が必要だな。
ふむふむ。それで、弁論大会の審判はどうなったの？審判役は、モンケハーンの信頼厚い3人の書記官が務めた。3人はそれぞれネストリウス派キリスト教徒、イスラム教徒、そして仏教徒だったと言われている。つまり、各宗教の代表者が審判団を構成していたわけだ。モンケハーンは討論会に先立ち、こんな厳しいお触れを出している。誰も相手と口論したり、相手を侮辱したりしてはならぬ。また、誰もこの討議を妨げるごとき騒ぎを起こしてはならぬ。これらに背けば死刑である。下手にやじも飛ばせないわね。ああ。だからこそ、弁論者たちは最大限の敬意を払いながら議論に臨んだ。ルブルックの記録によれば、議論を始める際には、まず相手に対して友よと呼びかけるのが習わしだったそうだ。さて、いよいよ論戦の中身に迫っていくぞ。ルブルックの記録によると、主に仏教徒とキリスト教徒が一神教と多神教について議論したそうだ。まずキリスト教徒が口火を切った。神は存在し、神は唯一である。このことを我々は固く信じている。お前たちは何を信ずるものか？これに対して仏教徒は、愚者どもは唯一の神しか存在しないというが、賢者たちは多くの神が存在するという。我々の住む世界には、地域ごとに強大な君主たちがいるではないか。それと同じで、異なった地域にそれぞれ異なった神が存在するのだ。と答えた。バチバチしてるわね。仏教徒の発言に対してキリスト教徒はこう発言する。それは悪い霊障だ。つまり、お前が人間界のことから神を論じている比喩に過ぎない。その論法で行くと、有力な者は誰でも、自分の領土内では神と呼ばれることになる。次に、お前たちが唯一の存在であるという、お前たちのその神とは、一体、どんなものなのだ？唯一である我々の神は全能である。それゆえ、誰の助けも必要としない。人間の場合はこれとは違う。あらゆることを成し得る人間は誰一人いない。だから、地上には多くの君主がいなければならないのだ。また、神は全知である。その上さらに、神より善なるものはなく、神は我々の善行を必要としない。我々の神とはこういう魚者である。だから、これ以外のものは考えてはならぬのだ。そうではない。それとは違って、天上には、我々のまだ知らない最高神が一つ存在し、その下には10、さらにその下には一つ、界には一つ、界の神が存在する。そして、地上には限りない神が存在するのだ。お前たちの神が、お前の言う通りのものならば、神はなぜ、天地万物の半分を悪に作ったのだ？そんなことは嘘っぱちだ。悪を作ったのは神ではない。存在するものは全て良いものなのだ。もしそうなら、悪はどこから生まれるのだ？その問いは正しくない。悪がどこから生まれるかどうかを聞く前にまず、悪とは何かを尋ねるべきだ。しかし、初めの質問に戻り、お前たちはどんな神でも全能と信じているのかどうか、これに返答してくれ。どの神も全能ではない。それならば、お前たちがどんな危険に遭遇しても、お前たちの神はどの神も、お前たちを助けられるというわけだ。神の手に負えぬ災難は起こらぬでもないからな。それだけでない。誰も、二人の主人に金使えることはできない。ならば、お前たちは、天上と地上とに存在するそんなにたくさんの神々にどうすれば仕えられるというのだ？この質問に対して、仏教側は沈黙してしまったと記されている。難しいわね。お互いの前提が違いすぎると、議論も平行線になっちゃいそう。ルブルックの記録は、あくまで彼自身の解釈を通して書かれているから、仏教の主張が、彼のフィルターを通して歪められている可能性も否定できない。だが、それでも彼らが真剣に、そして知恵を絞って自らの信仰を語り、相手の論理を打ち破ろうとしていた熱気は伝わってくるな。ちなみにイスラム教徒側は、キリスト教徒側に、歴史的経緯からキリスト教徒の信仰、福音に見える事実は真実であることを認めているので、議論をする気は毛頭ないと言ったとされている。議論しなかったのね。意外だわ。そして、弁論大会の最後には参加者は共に、大声で歌い、一人残らず心ゆくまで飲み解散した。なんか、すごいわね。宗教同士が、武力じゃなくて、知恵と言葉だけで真剣勝負したなんて。それで、この世紀の大弁論大会、勝敗はどうなったの？それが、明確な勝者や敗者が決まったという記録はどこにも残っていない。そもそも、モンケハーン自身が、この大会で特定の宗教に軍配を上げるつもりだったのかどうかも定かではない。ルブルックは、もちろんキリスト教の教義が最も優れていると力説したが、仏教徒も、それぞれ自らの信仰の正しさを譲らなかったようだ。まあ、そう簡単に。
はい、あなたの宗教が一番です。なんて結論が出るような話じゃないものね。信仰っていうのは、そういうものじゃないでしょうし。その通りだ。むしろ、この弁論大会の真の意義は、勝敗を決めること以上に、異なる信仰を持つ者たちが、公の場で、しかもモンゴル皇帝の面前で、対等に議論を交わしたという事実そのものにあると言えるだろう。モンゴル帝国って、ただただ武力で制圧しただけのイメージがあったけど、そういう文化的な側面というか、知的な懐の深さもあったのね。そうだな。ということで、今回はモンゴル帝国で行われた宗教弁論大会について解説したぜ。次回も楽しみに待っててね。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいぜ。じゃあ、バイバイ。